チャーハンは本当に美味しいですね。美味しかったです。美味しかった。全部が美味しい。チャーシュー柔らかくてね、すごいなね。チャーシュー最高。超大盛り。これ超大盛り。仏壇にあげるよりすごいよ。いらっしゃいませ。がっつりしたいんだったら。上がります。最高以外の言葉見つからないですよ。マスターとママの人柄も最高だね。すいません、まだお待ちしてます。よかったらコーヒーどうぞ。ありがとうございます。いただきます。同級生。あ、同級生。はいあ、お二人同級生。同級はい、生。中学の時。うちの奥さんがずっと飲食店だったんで、で僕ずっと美容師やってて、もう46ですから、年も年だし、人生最後になんか楽しむかぐらいで。へなんとなく始めようみたいな感じだそう、ぼやーっとで、何の計画性もないから、2人とも。奥さんは楽しそうです。楽しそうですよ。大変そうな面も見てるから何ともね言えないですけどね、今はもうやるしかない。まあそれで1年やったからね。まあ怒涛の1年だよね。僕はもう髪を切って30何年一筋だったんで、それ以外のことなんかやることなんかなかったしいやお客さんが食べてどう思うかとかやっぱすごい悩んだよね。全員が全員美味しいなんて言ってくれることはないから、仕方ないんだよって、まずいって言われたらまずいし、美味しいって言ってくれる人もいるしっていうどっかでこう線引きしないと全てに合わせようと思ったら無理だからって言って、どんどんやっぱ最初の時よりも味付けが少し変わってきたよね。今やっと確立された感じだよね。全然ね、照りが違うんですよ。すごい美味しそうなんです。7階の米はね、甘みがあるんですよ。山水で作るから米を、それが多分美味しいんだと思うんですよね。後輩の方が作ったお米。作ったお米なんですよ。あ、でもうちらも手伝って。うちらも手伝ってますよ。稲刈りも田植えとかも全部やって、ちゃんとやってます。自分たちで。奥様はもともと飲食で働いてたっておっしゃってましたけあ、そうど、なんです。ラーメン屋さんがやっぱり一番長かったですね。なぜ中華にしたんですか？ちょうどかさばりなかったんだよね、町中華がね。そうそう、自分たちで町中華好きだったしね。だからその方が気軽にご飯食べに来れるじゃないですか。仕事の人もね、なんかね。旦那さんがやってみたらって言わなかったらやらなかったと思います。チャーハンにはナルトが入ってないとダメだって言うんですよ。
これがチャーシューですか？そうなんです。うち2種類あるんですよ。1日10キロ仕込むんですけど、奥さんが作るタレなんですけど、そのタレの中に入れて継ぎ足しやってるんですけど、こっちがバラブロックで、この下にあるのがラーメンに使う肩ロースなんですよ。本当にポロ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 崩れちゃうぐらいなんで、チャーハンに使うチャーシューですか、はい。昼作業っていうんですかね、それをいつも頼まれるんですよ。で焼き豚と煮卵っていう定食にこれを 300g 使うので、1人結構な量あるんですよ。10キロやっても大してそんな使えなくて、五臓六腑のご飯って量が多いっていうの。なんかみんなそう言うんですよね。量が多いとは思ってないんですよ。自分でこれぐらい食べないとお腹いっぱいにならないから、そのぐらいのしてるだけっていう。ああ。はい。あ、じゃあ別に大盛りにしてるつもりはないんですね。特に普段からお二人ともそれぐらい食べるんですか？私の方が食べますね。値段って変わるんですか？大盛りまで無料です。超大盛りがあるんですけど、超盛り。もうそれは本当に仏壇にあげるよりすごいよね。味噌が2種類あるんですよ。この普通の味噌と五臓六腑味噌ラーメンっていうのがあるんですけど、この普通の味噌も自分で3種類の味噌ブレンドして、こっちの五六味噌はさらにブレンドしてます。普通の味噌ラーメンははい。結構あっさりなんですよ。笠間に港屋さんって味噌屋さんがあって、はい。その港屋さんの味噌を使いたくって美味しいんで、それで作り始めた。こねこねして火入れるんで、結構手間暇がかかってるからすぐなくなっちゃうから大変なんですよね。本当だったらもうちょっと値段上げたいところなんですけどね。特になんかこだわってるというよりかは、美味しいものを作れたらいいなって思ってるだけっていうかね。はい、定食につけるスープです。じゃあ液卵ってある？はい。ゼロ？スタンドの飯より結構多いかも。確かに。そうだね。16、16。ここにあとこれ3つ出すからね、波の小説がね、なんだかんだ中身も。
これでご飯何盛りこれですか？超大盛り。これ超大盛り。美味しいですこれ。お店できてから1年ちょっとなんで、もうできたぐらいからずっと来てます。そうですか。チャーシュー煮卵定食と、あと麻婆豆腐なんかも美味しいですね。ボリュームもあるし美味しいんで、すごく。すいません、まだお待ちしてます。いらっしゃいませ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 。お願いします。お願いします。まあ言ってたんだよね。カメラ早く汚せって。歩き豚と煮卵定食。こっちハゲのお皿ですか？自分タンメン食べることが多いですけど、チャーハンはもうチャーハンは本当に美味しいです。もうラッキーだなと思って通わせてもらってます。はい。いらっしゃいませ。相手の席の食べ物。今日って初めて来られたんですか？もう初めて。味はどうだ。最高。チャーシュー柔らかくてね、すごいなね。まあ
これはうちの奥さんの秘伝のタレなんですよ。焼き豚と煮卵定食です。一人だったら結構きつかったです。本当に楽なの。全部ご重されて立派じゃない。ああ、しんちゃん一応しかない。結構お会いしてます。僕はあの二人が見たことないかも。言わないじゃない。言わないじゃない。今からニラ焼肉定食っていうのがあるんですよ、ちょっとピリ辛で、そのタレがね、うちの奥さん秘伝のタレなんです。これすげえうまいの作ったねって言われてから、やめれなくなっちゃってね。しかも期間限定でやってさ、値段も安くやったから、でまあでもしょうがない続けるかと思ってニーズに応えて、それを食べたい人だってやっぱりやってた方がいいですし、大体いつも16号お骨を炊くんですね、それを4回転にする。小米の方を使ってるチャーハン。小米も買って新米も買ってるんで、なんか違いがあるんですか？7回の米は水分が多いんでちょっとべちゃべちゃになっちゃって、チャーハンどころじゃなくなっちゃうんで、前の日にこう炊いとくんですよ、チャーハン作る米は。で前の日に炊いといて冷蔵庫で1回寝かして、チャーハンを作るようにいっぱいこういうのを作っとくんですよ。新しい運動で予備したいと、残したいと、週間前になんかあれやっぱ結構それも売ってないの。でっかい餃子っていうのとニンニク餃子で分かれてるんで、でっかい餃子は野菜が多いんですよ。ニンニク餃子っていうのが通常の餃子みたいなニンニクが、まあたっぷり効いてるわけではないですけど、ちょっと効いてるよっていう。あ、ニンニク餃子の方が手作りです。ほぼほぼ手作りっていうか自家製ですね。まあそれで自家製でできることは全部やりたいですけど、できないとこもあるんですよ。コストかかっちゃうから、町の中華屋っていう安く食べれてっていうのを作ろうとしたんで、高かったらもう話が全然違っちゃうんでね、なんか。チャーチャー上がります。
はい、タンメンです。麺ってなんかこだわりとかっていうか、ああ、この三谷さんの麺が、結構ね、麺もね、食べ歩きしていろいろ東京とかにも行ったんですけどね、ここが一番うちのスープに合ってるなと思ってこれにしました。細中太ってあるんですけど、醤油系は細麺の方が合うし、こってりした系のスープには太麺が合うと思うし、それでちょっと分けてます。ああ、そうです。はい。赤そば上がります。はい。セット半チャーハンです。半チャーハンお願いします。はい、かしこまりました。美味しかったです。美味しかった。全部が美味しい。何を食べたんですか？チューのチャーシューここの売りの、はあれは最高。ぜひ皆さん食べに来てください。ちなみに昨日も来たからああ、そうなんですか。味もいいし、店の雰囲気もいいですね。最高。マスターとママの人柄も最高だね。あと従業員たちの気持ちね、おもてなしが最高です。めっちゃ美味しいってさっきからお客さん。本当ですか。ありがたい話です。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。3名様です。お座敷どうぞ。2名様です。チャーハンすごく出ますね。チャーハン出るんですよ、すごく。だから本当に昼だけで20合は使っちゃうんですよね。レバニラです。ご飯セットある？ご飯ないです。ない。ラーメンセット上がります。オーダーお願いします。麺上がります。肉ニラこれ2つで大盛りで1個は超大盛り。はい。はい、超大盛りで。まず肉になりたいので超盛りませんか。どうですか？余裕ですか？いけると思います。多分いけると思います。こう味もしっかりついてて、ご飯進む味で美味しかったです。お腹はめちゃくちゃいっぱいです。ちょっと食べ過ぎました。
いらっしゃいませ。いえ、全然。はい、ありがとうございます。おー、美味しそう。あ、美味しそう。美味しそうだね。はい、中華そば2個上がります。はい。あ、レバニラ、あ、ごめん。次のレバニラ。わじゃうまいよここ。美味しい？タンメン、チャーメンで。あ、チャーメンか。チャーメンです。ありがとうございます。豚バラで大丈夫ですか？ありがとうございました。簡単です。焼かなくていいんだよね。焼かなくていいんですよね。これニンニク醤油ですか？メニューの中でどれが一番好きとかあるんですか？うちのメニューですか？はい。今期間限定でやってる五六味噌ラーメンっていうのがあるんで、そのメニューの味噌ラーメンかニンニク醤油ラーメンが好きですね。失礼します。焼肉定食ご飯大盛りです。やべえ。お手に取ってください。ハーブがあります。麻婆麺です。会計お願いします。
味美味しかったです。がっつりしたいんだったら。焼き豚と煮卵定食、完売しちゃったんですけど、ご飯の量もっと多くすればよかったです。大盛り。大盛り盛り足らなかった。チャーシューが美味しすぎて。それぐらいチャーシューはご飯が進むってことですか？そういうことです。チャーシュー最高。ありがとうございました。お休みってあるんですか？毎週木曜日だけです。朝から晩までやっぱ働いてるから、休みの日は結構本当に2人でよく飲みに行ったりとか、ああ、そうこうんいなですね。う風にちょっとこううまくバランス整えながらやらないと。うちのお米を作ってくれてる、同じ7階なんですか？みんなそうなんですよ、7階で。自分たちで収穫したお米を使われてるってどんな感じ？いや、本当嬉しいですよ。嬉しいもんそうよね、美味しいって言われるのがね、お店ここ始まるって言って、あ、じゃあこうお米を提供してみたいだから始まったんですから、俺は別にこう実家のお米を出したんですよ、本当に。他には出してないですから。最高ですこのスープすべてがパーフェクトだね。最高以外の言葉は見つからないですよ。はい、ありがとうございます。いやー、これが美味しいんですよ。めっちゃ美味しいんですよ。で、お米もダイヤのように輝いてるじゃないですか、このちょっと太めに仕上げちゃって、麻婆とかラーメンに合わせるとこの硬さがちょうどいいんです。俺じゃないの。しげちゃん。いただきます。いいじゃん。でも私もこう。じゃあ一緒に行きます。あんかけのバランスがまたちょうどいいんですよ。スープと麺に絡むあんかけの柔らかさ。これはもう他で出せないですね。お待ちどうさまでした。でもよかったです。血が入ると。普通したら変ですけど、いや、普段俺そう若者の方も入りやすいような、行きたいと思ってもらえるようなお店作りがバーセロのコンセプトです。インスタシャレだったの。インスタで気になってました。このお蕎麦屋さんのコンセプトって何ですか？
蕎麦屋さんって結構若い方とかってあんまり入らないし、私もあまり友達と蕎麦屋行こうとかはなんないんですけど、でも蕎麦って日本の食文化で江戸時代からある文化なので、それをなんか若者の人にも広められるようなお店にしたいなと思って、若者の方も入りやすいような、行きたいと思ってもらえるようなお店作りがバーセのコンセプトです。結構海外の方が多いですね。1割から2割ぐらいは海外の方が来てるのかなっていう印象ですね。かわいい。かわいいです。映える。33番でお待ちのお客様お待ちしました。中華のつけそばと塩気になります。ありがとうございます。ありがとうございます。しました。辛味噌のつけそばのピザの天ぷらです。お待たせしましたどこで知ったんですか、これって。インスタ？ちなみに今日何頼んだんですか？カモのあれかな、動画で出てきておしゃれだったので。
にならない。おしゃれでした。お味はどうでした？美味しかったです。柚子がスープに入ってて飲みたかったです。あ、それぐらい。もう一回そば食べれちゃうなって思ったぐらい美味しかったです。初めてです。関西の方から来たんですけど。お世話お待たせしました。鴨のつけそばです。ありがとうございます。特上のものが順にお願いします。器がすごい石の感じで迫力があります。見ました。ありがとうございます。もうあっさりしててすごく食べやすいです。鴨がすごい肉々しさみたいなのもあってジューシーで美味しいです。美味しいです。何で知ったんですか？インスタで。あ、インスタで。はい。気になってました。鴨も柔らかくて美味しいです。カプリのつけそばなんですけど、箸で本当にほぐれるぐらい柔らかくて、そうなんです。すごく美味しいです。4番のお客様。はい。はい、これは角煮のつけそばです。はい、失礼します。ご案内します。いらっしゃいませ。この麺は何ですか？二八そばで、バーサーオリジナルで作ってもらってる麺です。34番かけてしまいます。こちらどうぞ。
願いします。30番のお客様。もう一つ辛肉つけそばを。はい、それで、その3月生誕3人くらいで。嫁様ご案内します。いらっしゃいませ。お願いします。大盛りです。鴨ってどういう工程をしてるんですか？流れとしては塩と生姜で鴨を揉み込んで、でジップロックに真空で低温調理をして冷凍で締めて、結構鴨が一番出るので、ほぼほぼ毎日鴨の仕込みはやるような感じですね。何キロぐらいですか？1日。15キロから18キロぐらい。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。お待たせしました。お
けにそばでございます。業界で結婚もさせようみたいな。なんもない状況でみたいな。はい、早期長。沖縄そばには30分以内っていうルールがあるから、麺がツルツルになっちゃって沖縄そばみたいにならない。流通してないんだったら自分で作る方が早いと。神田2年でここで7年目だね。もうこいつは最初から一緒にいるから、もう25年ぐらい一緒にいるな、この製麺機。八重山そばと沖縄そばの違いってほとんどないから、そばの違いっていうのはお店の違いでね、店によって全部味違うんだよ。形として八重山そば、沖縄そばって分けてるだけで。多い時でどれぐらい18キロぐらい。多い時で120食ぐらいかな。うちだって12席しかないんだよ。120って言ったら12回転、10回転だよ。肝心なことはする。
もうこれ味付いてるやつだから今だしを準備あらかじめ分かってきたかまぼこ、それでお肉と人参とさっきのしば味と昆布で、これがもうだしできてるんです。でも場所によって全然味違うんだよね。入ってるのも違う。こんにちは。はい、こんにちは。失礼します。はい、すいません、失礼します。はい、お待たせしました。八重山失礼いたします。前失礼します。ごゆっくりどうぞ。はい、八重山。はい、八重山。はい。はい、お待たせ。はい。いらっしゃいませ。はい、肉野菜入ります。
出来上がった。はい。見てください。お願いします。はい。はい。お願いします。全拠店長。はい、じゃあ失礼します。はい。はい、お待たせ。はい、ソーキ、はい。あと、八重山、失礼します。はい、ソーキセットまずお待たせしました。この早期がたまらない。はい。はい。追加送金いたします。ちょっと待って。失礼します。はいよ。はい、失礼します。はい、失礼します。いらっしゃいませ。早期台お待たせしました。失礼します。めっちゃうまいですよ。美味しいですね。めっちゃうまいです。スープも最高だし、麺も歯ごたえがあって食感がいいんで、食べた満足感もあります。はい、ソーキセットお待たせしました。失礼します音が入っちゃうんだよね。ここもカットで。はい、出来上がりました。はい、お待たせ。はい、牛そば、はい。肉野菜からね、そうですよね。すみません。あ、失礼します。はい。どうぞ。はい、お願いします。2つ目ですね。はい。セットお待たせしました。レンゲも一つも。あ、はい、かしこまりました。ごちそうさまです。ありがとうございます。お席で。はい、お待たせしました。はい、お待たせ。私たちだ。はい、行きます。お昼と夜とありがとうございます。これ？うん。はい、お待たせ。肉さん大盛り。はいよ。はい。
はい、すみません、お待たせしました。肉野菜セットと追加ソーキですね。まずお一つ失礼いたします。肉野菜セット追加ソーキ。はい、ありがとうございました。またお待ちしております。錦糸町なんでわざわざ食べに来てます。こんな美味しい八重山そば東京じゃ食べることできないので、初めて食べた時はもう嬉しくて本当に感動しました。またお待ちしております。ありがとうございました。で、カウンターの空いてるお席どうぞ。はい。ちっちゃいの。はい、そうきちょう。はい、そうです。ちょっとお待たせしました。失礼いたします。失礼いたします。はい、お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。はい、肉野菜追加ソースお願いします。はい、失礼します。はい、お待たせしました。肉野菜追加ソーキ前失礼いたします。何にもしなくて大丈夫。いいよ味。いいよ。じゃあ追加ソーキと八重山ですね。はい、お待たせしました。八重山セット追加ソーキお待たせしました。前を失礼いたします。このバーさんに初めてお会いして、なんかお会いしてたよね。私も今まで覚えてないけど。はい、肉野菜セット大盛りお待たせしました。こうやって見ると確かに。いい食べっぷり。